おはようございます。こんにちは。こんばんは。オリーブです。動画を撮影したのですが、うまく話すことができなかったため、後から考えをまとめてナレーションを入れています。今回の動画内容について最初に軽く説明させてください。私はボートの偽装制作の動画をアップロードしているのですが、作り方に関しての説明不足や問題点があったため、その点について改めて説明しようと思い、今回動画にしています。まずはボートを映しますね。こちらのボートなんですが、アルミと鉄とステンレスを使って製作しています。つまり種類の違う金属が3種類混ざってる状態で作っているんですが、一つのものを作るときに鉄は1種類のものに抑えた方がなるべくいいよっていう話なんですけども、コメント欄の方で教えていただいたので、そちらをですね、自分なりに調べて今回撮影しております。こっちの方にですね、テロップを出しておくので、そちらを見ていただきながらお話をさせていただきたいと思います。皆さんは電飾って言葉は聞いたことはありますかね？電飾っていうのはどういうものなのかっていうことをこれから説明いたします。一言で言うと、別々の金属同士を接触させてものを作ると錆の進行がしやすいっていう現象になりますね。例えば鉄とアルミをつなぎ合わせて何かものを作ったとします。その状態でこの作ったものに水分が加わるとイオン化っていう現象が起きます。イオン化が発生するとどちらか一方の鉄が錆びやすくなります。これが電飾と呼ばれる現象です。様々な金属の中でイオン化しやすい金属としにくい金属があります。このしやすい金属としにくい金属を組み合わせた時にイオン化しやすい金属の方が犠牲になってイオン化しにくい方の金属が守られるような法則になっているそうです。こちらにイオン化のしやすいものとしにくいものの簡単な表を出しておくんですけど、代表的に3つですね。アルミと鉄とステンレスを表示しておきます。ステンレスに関しては合金なので、だいたい銅と同じぐらいの腐食のしやすさだと思っていただければと思います。この表を使ってみていくと、例えばアルミと鉄を組み合わせて物を作った場合は、アルミが錆びやすくなって、その代わりに鉄が錆びにくくなります。もし鉄とステンレスを組み合わせた場合は、鉄が錆びやすくなって、ステンレスが錆びにくくなります。で、私が作っているボートの場合は、鉄もステンレスもアルミも組み合わせてしまっているので、この電飾っていうのが起きてしまう材料の選び方になってしまっています。なので、主にメインで使っているのはアルミの材質なので、本当は全部アルミで統一するのが作り方としては良かったのかなと考えております。ただし例外として別々の金属を組み合わせて錆びやすい部分を作ってそこを犠牲にする代わりに他の部分を守るっていうような電飾の現象を逆手にとって味方につけるようなものの作り方もあるそうです。この電飾っていう現象なんですけど、防ぐ方法が2つほどあります。まず1つ目は別の金属と別の金属が触れている部分を絶縁するということですね。電気が通らないように間にゴムだったりを挟むということです。もう一つは塗装を別の金属と別の金属の触れている間にしてしまうということですね。どういうことかと言いますと、この電飾という現象は一種金属同士が触れていると微妙な電気が流れているので、それが原因で腐食していくということなんですね。なのでそもそも別々の金属の間に電気が流れないようにしてしまえば腐食が進行することはないそうです。今回実際にどれぐらい腐食しているのかっていうのを見ておこうと思います。それと、強度の部分とかですね、他にも問題点があるのでそちらを見ていこうと思います。時間がなかったのでこちらのボートを使ったのは2回か3回ぐらいですね。作ってから時間で言うと1年ぐらい今経過した状態だということを事前にお話ししておきます。実際にボートの方ですね、見ていきます。はい、まずは異種金属の一つとしてこちらがアルミのフレームなんですが、ついているクランプは鉄製なので外して腐食具合を見てみたいと思います。ただクランプはメッキが施されていて薄い塗膜が塗られている状態で売られていると思うので、おそらく錆の影響は少ないんじゃないかなと思います。鉄とアルミの場合はアルミの方が腐食しやすいので、アルミが腐食しているかどうか確認していきます。
近くで拡大して見ている状態ですが、やっぱり錆の方はなさそうですね。クランプ側の方も見てみます。こちらもやはりメッキされているので、錆はなさそうですね。メッキが剥がれていた場合は、電飾が進んでしまうので、もしアルミのフレームに鉄のクランプを使う場合は、絶縁するために間にゴムを挟んだり、塗装を分厚くしてみたりだとか、対策を取った方がいいかもしれませんね。はい、そしたら、こちらがフロートを支えているフレームなんですが、これが今取り外した状態ですね。先端の方にですね、フロートの抜け止め防止がついているんですが、こちらですね、今よく見ると錆びているんですが、どうやら Amazon で買った時、ステンレスと書いてあったんですが、購入している人のレビューだったりで見る限りでは、おそらく鉄だろうということですね。はい。撮影がうまくいっていなかったので、ナレーションで補足いたします。こちらのパーツは見ていただいてわかる通り、外側は軽く錆びている状態でした。内側もライトを当てて腐食具合を確認したのですが、外側よりも内側の方が綺麗だったため、致命的な錆びは発生していないようでした。続いてなんですが、こちらのフレームを留めているボルトの方ですね、ステンレスを使っているので、こちらも腐食具合を見ていきたいと思います。で、ステンレスとアルミの場合は、アルミが腐食しやすい状態になるので、アルミの方を重点的に錆びているかどうか見てみたいと思います。はい、今取り外したんですが、取り付いていたボルトになりますね。ステンレスのボルトを近くで見てみたんですが、アルミと接触している部分は腐食しているように見えますね。アルミのフレームにステンレスのボルトを使っていたので、ボルトが劣化するとは思わなかったのですが、見ている限り腐食しているように見えてしまいます。アルミからもらい錆をしている状態なのか、海水にやられて錆びたのか、あるいは別の原因で腐食したのか、そもそも腐食なのか、原因もボルトの状態も全くわからなかったのですが、これがありのままに撮影した現状となります。はい、こちらのナットは緩みにくいナットを使っているんですが、一部錆びが見えている状態ですね。裏の方もこんな感じに軽く錆びていますね。次はアルミのフロートを支えているフレームですね、の方を見ていきたいと思います。はい、こちらですね。ボルトの穴が1、2、3箇所あるので、拡大して見てみたいと思います。こちらが端の方ですね。ボルトの締め込みでついた傷は見えますが、なんでしょうね。アルミの方も何かメッキみたいなのが施されているんですかね。あまり錆びているようには今のところ見えないですね。3つのうち他2箇所の穴がこちらになりますね。錆びてる感じは今のところはしないですね。不安であればやはり何か絶縁処理だとか、そもそも材質ですね、の方を、同じ金属同士で組み合わせた方がいいかと思います。続いて強度の話を少しさせていただきたいんですが、こちらフロートを本当はフレーム3本で支えているパーツなんですけど、本来このようについていたパーツの一部が折れて、このような状態になってしまいました。ボルトの方をなくしてしまったんですが、折れたのはパーツ本体ではなくてボルトになりますね。こんな感じで、ボルト以外のパーツの方の強度は問題ないです。船をしばらく見ていなかったのですが、久々に動画を撮ろうと思って船を見たら折れているという状態になっていました。考えられる原因なんですが、寸法のズレでちょっと無理やり押し込んでいるせいかなと。それともう一つは、シンプルにアルミという材質は強度がそこまで高いものではないと個人的には思っているので折れてしまうのかなという感じがしますね。鉄なんかだと強度もありますし柔軟性もある程度あると思うので、やはり力の加わるところには鉄を使いたいなという思いも一つあります。なのでここのボルトに関しては鉄やステンレスを考えております。ただ電飾というさっき話をしたと思うんですが、そちらの方は大丈夫なのかということになるんですが、結局折れてしまうっていうのは強度的に問題があるので、アルミのボルトの予備を用意するか、もしくはステンレスや鉄をボルトとして使う代わりに、こまめにフレームの腐食具合がどれぐらいなのかチェックしてから調光に出るのがいいのかなと思います。はい、ボルトを止めていたボート本体の方は大丈夫なのかなと思って今改めて見ているんですが、多少ボルトの形にへこんではいますが問題はなさそうですね。
ただ、両方からなんですが、真ん中の方ですね、船体にフロートをつけるためにボルト用の穴を開けたんですが、その付近からどうやら水が入っているような気がしますね。雨が降った時に船を傾けると、この周辺から水が出てきます。これはボルト穴を加工したから水が出てきたのか、それとももともとその付近に小さな穴が開いていたのかは、ちょっと原因がわかりません。中古で買ったものなので。ですが、おそらくボルト穴を加工したから水が侵入するようになったのかなという感じがしております。なのでボルトの穴を開けるときは、慎重になった方がいいんですが、気をつけて縁の真ん中に穴を開けたんですが、それでも水が漏れてきてしまったので、ここは仕方ないのかなという感じがします。拡大して見てみると、ちょうどこの穴の付近からですね、船の真ん中あたりですね、そこまで偏った穴の開け方はしていないのかなという感じがします。はい、今船体の後ろ側の方ですね、撮影しているんですが、タイヤ一つになっていますね。これはですね、こちらのタイヤをつけていたんですが、ボルトとフレームの方ですね、が割れてしまったので取り外しています。このような状態で船体についていたんですが、実際に合わせてみると、こんな感じでついていましたね。はい、で、どこが壊れたかなんですが、ここの可動部分ですね。実際見ていきます。これを取り外していくと、ここの部分ですね。こんな感じで割れてしまいました。自分の作り方ですね。技術が未熟なので、このような形になってしまいましたね。はい、暗くなってきてしまったんですが、すいません。急いで撮影しようと思ったので、まとめて1日で撮っています。で、最後にですね、紹介したいのが後ろの方なんですが、こちらですね、のフレーム、船外機がつくところのフレームなんですけど、こちらですね、接着剤の力だけでくっついている状態なので、車載している時ですね、気をつけた方がいいポイントになるんですが、私の場合は、ここにベルトを巻きつけて、たとえ外れても落ちないような積み方をしているんですが、船を動かしている時に外れても良くないなと思うので、斜めにフレームを入れて補強をしていこうと考えています。ただ今回は電飾の話と強度の話ですね、をメインにお伝えしたかったので、作業自体はしないでおこうと思います。はい、ということで、すいません。暗くなってしまっているんですが、うまく伝えられたかちょっとわからないんですが、自分の作り方が未熟なせいで、皆さんに危険が及んだら良くないなということで、今回こういう動画を上げさせていただきました。説明不足だったことをお詫び申し上げます。申し訳ありません。これからも物を作ってはいくと思うんですが、どうしても至らない点あると思います。多分これからもこういうふうに説明不足だったりとかですね、どうしても決められた時間の中で説明しきれない部分だったりとか多々あると思うんですが、そちらの方ですね、どうかご容赦いただければなと思います。不安な場合はですね、専門家の人に意見を聞いたりだとかしていただくのがいいのかなと思っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いつも皆さんに見ていただけることで、これから頑張っていこうという気持ちになりますね。今回はこの辺で失礼いたします。